皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは、日本語ネイティブの私が、日本語学習者さんに向けて、わかりやすい日本語でお話をする日本語のポッドキャストです。皆さん、いかがお過ごしですか？今年の夏はとっても暑いですが、皆さん、夏バテなどしていないですか？夏バテ。夏の暑さでバテることですね。バテる。これはスラングの一つですね。疲れ果ててしまって動けないような、そういうイメージですね。バテる。私はね、夏がすごく好きなので、夏バテはしていないんですが、ずっと外にいるとなんか危ないなって思っちゃうくらいの暑さです。この夏にね、日本に行くよという人はいますか？あるいは、もう日本にいるよという人もね、いるんですかね。もしね、日本で夏を過ごすんだったら、本当に危ない暑さなので、水をたくさん飲んで気をつけてください。はい。ところで質問なんですが、私の動画を見てくれている皆さんは、日本に来たことがありますか？あるいは、これから日本に行くよっていう人もいるのかなと思います。皆さんが日本にいる間って多分日本語をね話す機会がありますよね。そういう時に皆さんは敬語を話すべきかどうか、って考えたことがありますか？皆さんが日本語を学ぶ時ってほとんどの場合にまず敬語から学ぶと思うんですね。もちろん学習の目的によっては例外はあると思うんですけど、ほとんどの場合に敬語をベースに学んでからタメ口を学ぶと思います。私のチャンネルではタメ口を話す動画も作っているんですが、タメ口って多分敬語よりもちょっと難しいですよね。でも日本人は友達と話すときはタメ口を使うし、アニメとかドラマでもタメ口を聞く機会ってすごく多いと思います。そこでタメ口を学び始めた人はこんな疑問を持ちませんか？敬語とタメ口を使い分けるタイミングってどうやって見分けるんだろう。敬語を使うかタメ口を使うかって日本人の中でも結構繊細な部分だと思うんですね。今回の動画では外国人である皆さんが敬語を話すべきかどうか、そういうお話をしたいと思います。はい。で、動画の後半にはタメ口を話し始めるべきおすすめのタイミングについてもご紹介するので、ぜひ最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい。じゃあ、まず結論からお話をすると、皆さんが外国人であろうと日本人であろうと敬語は使った方がいいです。相手が年上であろうと年下であろうと仲良くなるまでは敬語で話すことをお勧めします。これね、もちろん例外はありますよ。例えば明らかに相手の方が年下って分かっている時、だったらいきなりタメ口でもいいことはあると思います。その方がね自然な時もあると思うんですね。例えば自分が50代で相手はどう見ても子供だな、みたいな、そういう時はいきなりタメ口で話してもいいとは思います。でも同じ世代だな、年齢は数個しか変わらないだろうなっ
みたいな相手に対して突然タメ口で行くのは、私はね、本当におすすめしないです。特に居酒屋とかバーで、注意ですね。お互いにね、シラフでとか、ちょっとしか飲んでいない時に突然タメ口で話しかけてくる人とかがいると、私はね、ちょっとびっくりしちゃいます。はい、じゃあね、もう少し具体的に敬語で話した方がいいよって言っている理由をご紹介しようと思います。基本的に敬語で話すことをおすすめするっていう理由は主に2つあります。1つ目が、敬語じゃないと印象を悪くするからです。具体的なね、例を出してお話をしたいと思うんですけど、私の場合は昔はね、バーとかに行っていたんですね。今はね、もう行かないです。人がね、たくさんいてうるさくてみたいな環境は昔は好きだったんですけど、もう卒業したんでもう行かないんですけど、20代前半の時とかはよく行っていました。で、そういうところにね、いると外国人が突然話しかけてきたりするんですよね。日本語で。で、そういう時にね、突然タメ口で話しかけてくる人っていうのもいました。そうするとね、私はどうしても、この人日本語がペラペラっぽく見せたくて頑張ってるんだな、敬語が下手なんだろうなって思っちゃうんですよ。反対にね、敬語で話しかけてきてくれる人の方が、この人もしかしたら日本語がペラペラなのかもなって思っちゃいます。これね、なぜかというと、日本人って基本的にそういう場面であんまり突然タメ口で話しかけないんですよ。だから敬語で話してくる人の方が、この人は日本の文化を尊敬してくれているんだなとか、この人は日本のことをよく知ってるんだなっていうふうに思います。冒頭でお話しした通り、やっぱり例外はありますよ。明らかに年齢が違ったりしたら、突然タメ口で話しかけても違和感がない時はあります。例えば、おじさんが若いお姉さんに話しかけるとか、おばさんが若いお兄さんに話しかけるとか、あるいはお店の人が若いお客さんに向かってタメ口で話しかける居酒屋とかはあるかなと思います。でもね、それは親しみを込めたタメ口っていうのが感覚でわかるんですよね。それは相手を見下しているからしているタメ口じゃなくて、親しみを込めてあえてタメ口を使っている。そういう場面っていうのはあると思います。でもね、バーで話しかけてくる人って大体同い年ぐらいじゃないですか。せめて世代は同じ。10歳も変わらない人だと思うんですよ。ってなると、タメ口で話しかけられると、私は少なくとも慣れ慣れしくて嫌だなって思っちゃいます。タメ口でね、話しかけられると、相手からの敬意が感じられないんですよね。なんだか見下されているような気もしてしまう。だから同時に相手への敬意も失ってしまうんですよね。だから私も丁寧に話そうっていう気がなくなってしまうんです。だからね、印象を悪くしたいって思っているわけじゃないんだったら、敬語で話すことを強くお勧めします。で、2つ目の理由が、敬語が話せないんだと思われちゃうからです。これはね、皆さんにはちょっとびっくりな話かもしれないんですが、
一般的な日本人は外国人が敬語で話す方がすごいっていう印象を受けます。皆さんにとっては最初に敬語を勉強して、その後にタメ口を勉強するっていう流れだから、タメ口が話せた方がレベルが上とか、タメ口の方が難しいとか、こういうふうに思う人がいると思うんですね。でも普通の日本人って最初はタメ口から学ぶんですよ。子供のうちってみんなタメ口しか話せないんですね。なぜなら親が子供にタメ口で話しかけるからなんですね。例えば、これ食べる？食べる。これ好き？好き。嫌い。こんな感じですね。つまり敬語を学び始めるのってタメ口をマスターした後なんですよね。だから外国人に対してもタメ口を話す人より丁寧な敬語を話せる人の方がすごいって感じます。私はね、日本語の講師になるための勉強をしたことがあるから、学習者さんがまずは敬語を勉強するっていうことを知っています。だから学習者さんはタメ口を話せるのはすごいことで、苦労をすることっていうことも知っています。でも一般的な日本人はそれを知らないんですよね。例えばね、日本人のケースだと、日本人の若者が敬語を使わないことがあったら、年上の人、特におじさんとかがね、敬語も使えないのかって怒るんですよ。だから特に外国人の皆さんは敬語で話した方が印象は良くなると思います。そしてシンプルにね、その方がかっこいいと思います、私は。日本の文化ってね、やっぱり謙遜を大切にするんですよね。謙遜、すごく難しい言葉なので分からなくて大丈夫なんですけど、自分を引いて相手を立てるみたいな。なんか遠慮とかですね。遠慮を大切にする文化だったりするので、やっぱり敬語で丁寧に話をして損をすることっていうのはまずないと思います。でね、ここまでは迷ったら敬語を話した方がいいよっていうお話をしてきました。じゃあね、いつタメ口を話せばいいのっていう話ですよね。これはね、私のおすすめはお互いの合意があった時です。こういうのは特に年上の人がタメ口でいいよって言い出す必要があるとは思います。そういうふうにオファーがなければずっと敬語の方がいいと思います。だから年下の人がなんか仲良くなったしそろそろいいかなって勝手にタメ口に変えるっていうのはすごくおすすめしないです。多分相手はすごく嫌な気持ちになると思います。で、じゃあ同い年だったらどっちかがねえねえそろそろ敬語やめないって言い出すことになるのかなと思います。でもね、これはお互いが仲良くなったなって思ったタイミングであるっていうことが大切ですね。あるいはもっと仲良くなりたいって思ったタイミングで、仲良くなりたいからさ、敬語やめにしないって伝えるっていうのはいいかなと思います。いずれにしてもね、日本人の間ではねえねえ敬語もうやめないとか、そういう風な一言があることがほとんどですね。敬語をね使うかどうかって結構日本人にとっては繊細な話なんですよね。これは私だけかもしれないので、あんまり日本人代表みたいな顔をして話すことはできないんですけど、っていうのも
日本人の中には、いやいや、敬語なんていらないよっていう人もいるみたいです。私はね、個人的にこの意見を知った時にすごくびっくりしたんですけど、特に男性が男性同士で話をする時には、敬語はいらないって考える人はいるみたいです。年齢がね、違うっていうだけで、敬語を使う必要はないだろうとか、そういうふうに思っているみたいなんですけど、正直ね、この意見を外国人の皆さんにお伝えするっていうのは、すごく危険かなと思います。タメ口をね、使うことで、不要なトラブルを起こす可能性があると思うからですね。まあね、とはいえ私は男性社会ってよくわからないんで、あくまで私個人としての意見ですが、年齢がね、上とか下とか関係なく、ひとまず敬語で話をするっていうのがいいかなと思います。私自身は、例えばね、職場の先輩には当然敬語を使うし、相手が年下だからっていう理由で突然タメ口にもしないです。っていうのはね、年上だからっていうだけで自分が偉いとは思わないからですね。相手が年上の時はもちろん敬語で話しますよ。でも年下でも仲良くなるまでは少なくとも私は敬語で話すことが多いです。ということでね、この意見が皆さんにとって何か参考になったら嬉しいです。ということで、こういう動画がいいなと思ってくれた人は、チャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。